柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺。まだまだ暖かく過ごしやすい日が続きますが、暦の上ではもう晩春になりますね。冬の足音を少しずつ感じる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はフグの王様と言われるトラフグをさばいていきたいと思います。それでは本編をどうぞ。はいどうも、改めましてとある料理屋料理長のピエールです。冒頭でもお伝えした通り、本日の主役はフグの王様と称されるトラフグになります。その前に簡単な紹介を。このチャンネルは1年を通じて旬の魚のさばき方や刺身の作り方を解説を交えながらご紹介しています。最新情報のお見逃しがないよう、よかったらぜひチャンネル登録をお願いします。はい、では始めましょう。ようやくトラフグが美味しい季節になってまいりましたね。トラフグ自体は通年水揚げされるのですが、旬は冬、特に11月から2月にかけてになります。この時期のトラフグは産卵期に向けて栄養を蓄えているので、身が引き締まって脂が乗っていて最も美味しいと言われております。冬の寒い時期に食べるトラフグ鍋、いわゆるてっちりですとか、刺身、いわゆるてっさですね。冬の最高級食材として非常に人気があります。そんな人気の高いトラフグですが、テトロドトキシンという強い毒を体内に含んでいるのはあまりにも有名な話でして、安全に食べるには高度な知識と技術が求められます。このためフグを取り扱うためには、各自治体が発行するフグ調理師免許を持つ我々のような専門の調理師のみがさばくことを許されています。ですので、家庭でフグをさばくことは非常に危険なので推奨しておりません。ですので、もしご家庭でフグ料理を楽しみたい場合は、専門の店でさばかれた磨きと言われる毒のある部分を取り除いた可食部分のみにした状態をご購入されることをお勧めいたします。はい、今やってる作業はですね、トラフグの可食できる部分と、そうではない毒を持った部分とに分けている最中なんですけれども、まず最初にですね、トラフグの可食できる部分を説明いたします。大きく分けて4つあります。1つ目が身ですね。主に先ほど話したてっさやてっちりに使用します。そして2つ目が皮です。皮はですね、コラーゲンが豊富で、湯引きしてポン酢で食べたり、サラダに使われます。このトラフグの皮はですね、ちょっと構造が面白くてですね、全部で3層になっております。どういうことかと言いますと、まず外側を覆っているもの、トゲトゲがついている部分ですね。こちらがですね、外側の皮なので外皮と言います。もしくはサメ皮とも言います。そして一番内側、身についている皮なので身皮と言います。そしてですね、その身皮と外側の外皮の間にですね、一枚皮がありまして、これがトウトウミと言います。なんだよトウトウミって変な名前じゃないかって思うじゃないですか。ここで勘のいい方だったらお分かりになるかと思うんですけれども、昔のその先人たちの言葉遊びですよね。三河は愛知県東部にあたる旧国名。そしてトウトウミというのが現在の静岡県西部に位置する旧国名。三河とトウトウミは地理的に言うと隣り合わせだったことにちなんで、そう名前を付けたようです。はい、すいません。少し脱線してしまいましたが、その次、可食できる部分3つ目になりますが、白子になります。この白子っていうのはですね、冬の時期に特に珍重される部分で濃厚な味わいがあります。
焼き白子、あと白子ポン酢として提供されることが多いんですが、非常にクリーミーで独特の旨味がある。とても人気があって希少価値が高い部分になります。それから最後4つ目ですが、アラですね。具体的に言うと、下顎の肉ですね。フグの顎の肉は弾力があって、鍋材料としてだけではなく、焼き物としても使われます。あと、今の4つに付け加えて、もう一つ。これは食べられるって言い方が適切なのかわかりませんが、ヒレですね。ヒレは主に焼いて、ヒレ酒として提供されることが多いです。以上がトラフグの可食できる部分になります。それ以外の部分、特に肝臓や卵巣など内臓部分には猛毒がありますので、絶対に食べることは禁止されています。さらに、今挙げた4つプラス1つですね、の可食できる部分ですが、これは全部のフグには当てはまりません。あくまでトラフグに限ってのことです。川に猛毒を持つフグもたくさんいますので、食べる前は専門家の意見を聞くなど、必ず調べてから食べるようにしましょう。今ちょうど映像流れているところが、トラフグの脳みそになります。頭部の骨の間に入ってますので、見逃しがちですが、これも絶対食べれないので、取り除くようにしてください。あとですね、先ほど取った目ですとか、エラ、これなんかも食用として認められていません。録画停止。あと、個人的に下処理の段階で気をつけたいところは、今洗っている頭部を切断した首の部分ですね。そこの骨の周りにですね、結構血合いが溜まってまして、これが残ってる場合が多いので、ここはですね、細心の注意を払って取るようにしています。血液はですね、無毒と言われているのですが、やはりですね、食べないに越したことはないので、血合いの塊などは必ず取るようにしてください。こういった釜にもですね、血合いやエラの破片がついてたりしますので、よく洗ってください。はい。この状態が先ほどお話しした磨きと言われるものです。毒の処理を完全に行って、あとは可食できる部分のみになっている状態ですね。先ほども言ったように、ご家庭でフグ料理を食べる場合は、専門店でですね、このような状態になっているものを購入して、それをですね、調理すればよろしいかと思います。今取っている部分は、通称ウグイスと呼ばれる尻びれを動かす部位になります。フグ1匹から1つしか取れない希少な部位です。このウグイスはですね、焼き物や唐揚げなどにしてももちろんいいのですが、うちの店では鍋材料として使っております。中骨に沿って包丁を入れて、中に潜んでいる血合いを取っております。刺身用に柵取りをしております。鍋材料もしくは焼き物、揚げ物材料にする場合でしたら、ここで中骨と身がついた状態でぶつ切りしていっても構いません。この身にですね、先ほどお話しした身皮という薄い皮がついております。刺身にする場合はこの身皮を取ってから作ります。身皮の取り方と刺身の作り方は次回以降の動画でお送りいたします。あとですね、サメ側に無数のトゲがついていて、それをですね、皮すきという方法で滑らかに取り除いていくんですけれども、これなんかの動画もね、一緒にお送りしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。アラはすべて鍋材料に使用します。このアラから出る出汁で作った鍋、そしてその鍋の締めに作るフグ雑炊、もうね、ほんと絶品です。ちょっと宣伝になってしまうんですけれども、うちの店では
旅行会社と提携して毎年冬の時期にトラフグツアーというものを行っております。いずれは皆様にご紹介できたらいいなと思っております。そしてお越しいただいた際にはフグ雑炊をぜひ召し上がっていただきたいですね。今剥がしているのがトウトウミですね。手で簡単に剥がすことができます。茹でてから細かく刻んで様々な料理に使用します。はい、こちらが過食が認められていない部位になります。そしてこちらが過食できる部位になります。さばくのになかなか時間がかかってしまいましたので、今日はここまでしかお見せできませんが、次回はね、先ほどお話しした皮すきの仕込みですとか、あとはね、薄作り、そしてフグ鍋とか、またね、店で提供しているトラフグコース一式とかね、お見せできたらいいなと思っております。はい、それでは本日の仕込みは以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。